あれ？おっと？おっと？もうやばい。やばいよ、それは。日本人にとっても簡単ではない。こんにちは。TCJ のあゆです。外国人代表のタイムです。一般の日本人代表の原田です。前回は読解のテストをやってライムさんが高得点で、日本人でもちょっとんっていうような問題がありました。まあ悔しい。今回は聴解をやっていきます。もう聴解なんで、もうこれは言い訳できません。満点取りたいです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速やってみましょう。終わりましたね。お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、もう皆さん思うとこそれぞれあると思うんですけど、まずはもう答え合わせをしていきたいと思います。あれ？おっと？おっと？お？これ間違ってる。なんで？ちょっとここ迷ったんだよな。では点数公開したいと思います。何個間違えたか言ってください。はい、それではじゃあ一般人代表原田さんから。私から5問間違いがありました。やばいよ、それは。もうやばい。ずっとぼーっと集中力切れちゃああ、それはダメですね。後半の問題ですか。そうまあやっぱり。やり方わかんない。あれこうなのみたいになってた次のこと言っちゃう時があって。はい。で、外国人の私は1問だけ間違えた。ちょっと悔しい。悔しいです。なんか今でもなぜ間違ったのかわかんないです。さあ注目のあゆ先生。もちろん全問正解ですよね。1問間違えました。すいません。どこが一番難しかったですか？はい、難しかったところはやっぱり最後のメモするところ。これぐらいメモしました。おお、ちゃんとまとまってたけど。ガリレオみたいになってますね。そう思うとライムさんのメモはすごいなんか簡潔なんですよ。もう全部書いたって感じです。どれが大事なのかが全然分かんなかったので、とりあえずこれかなって片端から書いてたらこうなっちゃった。そう、なんかもう聞こえてきた言葉のキーワード全部バーって書いて、結局なんだこの話かみたいな毎回こうやってこれだよねこれだよねっていう感じでめちゃめちゃ体力使ったなみたいな。集中力途中に切れちゃうんですよ。全然いっぱい間違えちゃったんですかね。でまた私と原田さんがね、びっくりしました。どこ間違えたんでしたっけ？問題2の3番ですね。そうこれですよね。チームで仕事を成功させるコツは、リーダーが部下と良好な関係を築くことです。そのためには、部下への感謝の気持ちを忘れてはいけないと聞いたことがあるかもしれません。部下には笑顔で接するべきだとも言われますね。とはいえ、私自身も部下の言い分ばかりを聞いてはいられず、厳しい指摘をせざるを得ないこともありました。ただそんな時でも話の最後は、これを糧に次は頑張ろう、などと、部下の意識がプラスに転じることを言うように心がけていました。部下との関係を築く方法は一つではありません。今日の研修を通して自分なりの方法を見出してください。講師は部下と接するときに何を忘れないようにしていたと言っていますか？迷ったんですけど、ここ私が正しい。質問はそう忘れないようにしてることは何ですか？そうです。一番のところはみんなのその世の中のよくやること。けど彼は自分が感謝する気持ちを持つことはもちろん大事だけど、自分のやり方は根底的な言葉で話を終わる。そう、なんか終えるって言ってない気がして。言った。その話の最後に絶対じゃあ次も頑張ろうって。もう問題文でさ、何を忘れないようにしていますかって聞いてたから。これずるいところですよ、JLPT の。ずるいところなんだ。そうです。もう話の最後ちょっと聞いてみましょう。チームで仕事を成功させるコツは、リーダーが部下と良好な関係を築くことです。そのためには、部下への感謝の気持ちを忘れてはいけないと聞いたことがあるかもしれません。
聞いたことがあるかもしれません。そう。あと質問を見てください。質問はこの講師は部下と接する時で、ここはその世の中一般的なやり方で、この講師の人はそんな時でも話の最後はこの最後はポイントですね。で次は頑張ろうと。心がけていましたっていうのが忘れないようにって気持ちいい。心がけていました。懲戒のコツみたいなのがあるんですか？ありますね。例えばだいたいこの男と女先にメモしないといけない。内容を聞きながらその質問が先に出ない問題については、じゃあこの質問を推理する。あと最後のメモなんですけど、だいたいその4つの空情見学、女はどこに選択する、何を選ぶ、で男は何を選ぶっていうのはよく出るパターンなので、そうなんですね。そうなので先にメモする。実際に聞いたら男はここ、女はここってもう質問の順番だけ見れば大丈夫です。それ知ってたら確かに解きやすかったかもね。多分JLPT 受けた経験があるその外国人の皆さんは絶対にもう過去問とか、何回もやりましたよね。でそれでその、どんどんそのなんかセンスをつけたりとか、そうですそうです。あと問題になれるっていうことで、こういうパターンだっていうのが分かるっていうのはすごいこう得点ね取るための近道だと思うので、やっぱその過去問、JLPT 受ける方はたくさんやった方がいい。たくさんやった方がいいです。では今回久しぶりの JLPT やってみて、ライムさんはどうでしたか？で私一つすごく気になるのが遠回しの言い方ですね。もう昔日本語を勉強したばかりの私を思い出して、結構もう日本語ってもう大変じゃないと思って、もう日本人と話すのがもうストレートで難しいかなと思ったんです。その時に大変だと思います。ずるいですね。ずるいですね。けどずるいです。けど実際に今会社で皆さんと話したりとか、実は実際の生活の日本人そんなにずるいではないです。そうだよ、普通に普通の自分の言いたいこととか、たまにちょっと他の気持ちを配慮した上で直接に言っても大丈夫な気がしますね。そんなにもうなんかその N1 のリスニングはちょっと遠回し、もうやることいっぱいあって、そんな言い方しないよねみたいなのもありますよね。いますね。やっぱりそう試験の会話なんだなっていうのはありますよね。なんかリスニングのトレーニングみたいなところで、このテストのリスニングの日本語はずるかった。これを普通の仕事場で外国の人と日本人が話したらかわいそうだよね。かわいそうです。めちゃめちゃかわいそう。話すの早かった。普通に私たちが話してるのと同じ速さじゃない。なるほど。すごい早いぐらいかも。テンション感も同じでしたよね。びっくりしました。普段結構スピード速く言われて、ですぐにそのリアクションを選択しないといけないのが難しい。N1 レベルだと結構日本の曖昧な言い方とかが多かったんですよね。でそれは今回は正解だったんですけど、実はすっごく緊張でした。そうだったんですね。2人は日本人の感じはなんか簡単、やっぱりリアクション。でも確かにちょっと間違いはあったけど間違いはあったけど1問ぐらい皆さんはやってみます？ 3番。ゼミでやった実験、データを整理するのに手こずったね。1、確かにスムーズにいったよね。2、ああ、もっと大変だと思っていたんだね。3、ほんと、途中で嫌になっちゃったよ。これ難しかった。手こずったって言葉がわかんないと。手こずった。アクセントとか話すの感じが聞いて、なんか面倒くさいとか複雑すぎるとか、なんか手間すごくかかったりとか、それで面倒くさいから、だからほんと途中に嫌になっちゃったよみたいな。
そうなんか面倒くさいは自分の気持ちで嫌だなって思うパターンですけど、そう手こずるっていうのは自分が簡単だと思ってやろうと思ったけどうまくいかなくてなるほどですね、結構難しいじゃんってこう壁があったみたいな、スムーズにいかなかったっていう。でもっと大変だと思ったんだねとかでそれはちょっと迷った。でももっと大変だと思っていたんだねイコール、大変じゃなかったってことだもんね。でそれで3番選んだ。おーいいでいい推理ですね。そうほぼ推理ですね。すごい。はい、では今回ですね N1 の過去問をやってみました。実際に全部読解から聴解までやってみて、まず日本人にとっても簡単ではない、いやーこれ大変でしたね。簡単ではないですよね。で外国人代表のライムさんがかなり高得点っていうところで、やっぱりその JLPT 試験を合格するための勉強方法をやっぱ知ってらっしゃるっていうのが結構大きなポイントだったのかなって思いました。そうですね。それとあと聴解の部分で実際にはこんな会話はしないよねっていうような会話が聴解に入ってたので、ここは難しいなと思いましたよね。難しかったですね。なんかやっぱり話す速度は速いし、うん普段の会話だともうちょっとこう間を取ったりとかねすると思うんですけど、その間もないまま回答が入ってったりとか次の会話に行っちゃったりとかしたので、ちょっとこれやっぱり試験だねっては思いましたね。自然な日常会話ではないなと思いましたね。普段あゆ先生が結構TCG で教える時もう結構優しい日本語で使いましたよね。使ってますね。全然違いますよね。全然違うと思う。優しくない日本語N1はもうすでに、ネイティブ日本人がちょっともっと難しく喋ったみたいな内容もありました。もうリスニングのトレーニングなのでそれは本当に難しかったです。最初は正直にこの企画を聞いた時にちょっと不安だったんですけど、正直にもう嫌ですねこの気持ち。けど実際にやってみると多分なんか日本に生活しているうちにもう知らず知らず日本語力が身につけていて、結構想像より簡単でした。今回の試験はほぼ満点。聴解も、そうそう。実はもともと聴解本当にもう苦手だったんですね。で実際に日本に生活していて仕事していて感じたのが、実はみんな日本人のコミュニケーションが大事だけどみんな優しい。普通はダイムさんが外国人なので外国人はもうちょっと間違っても大丈夫かなとか意味が理解できたらもう大丈夫っていうところはちゃんとも感じてます。外国人の視聴者の皆さんに伝えたいことは、もう JLPT すごく進学とかあと就職とかすごく大事なレベルなんですけど、その後やっぱり日本人の友達を作りたい、で日本人のなんか職場のいい関係を作りたいっていうのは、じゃあ相手の気持ちを理解したりとか日本のマナーを理解したりとかで、その上にうまくコミュニケーションするのは大事なところと思います。でなので JLPT の勉強だけではなく、ちゃんと日本人の友達とたくさん話して、でその時にどんどん自然にうまく日本語をもう上達できると思います。ありがとうございました。この先のね日本語の会話をもっと楽しんでいけるように皆さん頑張ってください。はい、では次回の企画もお楽しみに。さようなら。